人真珠、ジュラのモデルとその根拠を解説。十尾から特異な進化を遂げた存在、人真珠、十尾の意識が分裂して存在している中で、十尾そのものの化身として統率する頭がジュラである。彼は物語の第2部から自我を得て誕生した新たな脅威ではあるが、決してポットでの存在ではない。モチーフの時点から主人公、渦巻ボルトとの因縁が深いのである。ボルトという物語のモチーフの一つと思われるある女児誌の内容から、ジュラが何をモデルに考えられた存在なのかが見えてきた。今回は、ジュラのモデルと考えられるものと、そう考えるに至った根拠の数々を紹介していく。ジュラが何から着想を得て描かれているのかを知ることで、他のキャラクターのモデルが分かってくるだけでなく、ボルトの物語の今後の展開までもが見えてくると考えている。本動画は物語の核心に迫る内容になると思うので、見る前に今一度注意してほしい。このチャンネルでは、ナルトやボルトを他にはない視点で深掘りしていきます。新たな発見や面白さにつながると思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。人真珠、ジュラのモデルはラーガナなのではないだろうか。ラーガナとは、インド二大女児誌の一つ、ラーマーヤナに登場する羅刹の王、バラモン教やヒンドゥー教での羅刹は、人を惑わして食らう魔物として描かれることが多い。ラーガナは主人公であるラーマに立ちはだかる宿敵として、悪役ながら長きにわたり世界中で人気を博している。そんなラーガナがなぜジュラのモデルなのか、その根拠として、ジュラとラーガナにある共通点を紹介していく。ナルトとボルトの物語には、各所にインド神話の要素が散りばめられている。忍びの力の源であるチャクラをはじめ、サスケの前世である大筒インドラ、ボルトの物語の鍵を握る真術、カーマなども関連のあるワードである。ナルトやボルトについて追求していくほど、インドの文化とも深い関わりに気づかされる。ラーマーヤナはそんなインド神話の長編女児誌であり、インドで根付いてきたバラモン教やヒンドゥー教の神々が登場する。このラーマーヤナで、主人公のラーマと敵対する最強の鬼人として登場しているのが羅刹王、ラーガナである。ラーガナは聖戦、イシュラバスと羅刹の女、カイカシーの間に、10の頭と20の腕を持って生まれた。ラーガナは苦行を重ねて真理を悟った賢者、聖戦の血を引いていることから、非常に頭が良かったとされる。ラーガナ自身も苦行を重ねたことで、ヒンドゥー教における最高神の御柱のうちのブラフマーとシバから力を授かっている。10の頭と20の腕は、ブラフマーから授かったとされる文献もある。結果、彼は神仏にも負けない絶対的な存在へと上り詰めた。羅刹の軍勢と共に神々に挑んだ際には勝利を収め、リーダー格のインドラを捕らえた。しかしこの出来事をきっかけに最高神、ビシュヌが神々から助けを求められ、人間として降臨することとなる。ビシュヌはコーサラ国の王子、ラーマとして誕生した。ラーマは兄弟や仲間と共に数々の試練を乗り越え、立派に成長した。その中でラーガナは、ラーマの妃であるシーターに目をつけて連れ去っている。ラーマはシーターを取り戻すべくラーガナに戦いを挑み、見事に討ち取る。これにより、ビシュヌに任された使命が果たされた形となる。以上が女児誌、ラーマーヤナにおけるラーガナの概要である。ここまでを聞いて、ジュラとの類似性に溢れていることが分かっただろうか。続いて、これらの共通点についてジュラの情報を振り返りつつ詳しく解説する。一つ目の共通点は、ジュラとラーガナがどちらも魔物としての側面を持つことである。ラーガナは羅刹、つまり人を惑わして食らう魔物として描かれている。十尾を含む美獣は魔獣族であるとされ、冥界で長きにわたり恐れられてきた。クラマと共に戦ってきたナルトのモチーフにはアシュラを含んでいることもあり、異獣が魔物の性格を持つ存在として描かれていることがわかる。人真珠は特異な進化を遂げた十尾である。その中でもジュラは十尾そのものの化身として誕生した別格の存在と考えられている。また、ジュラを含む人真珠は人間を標的としており、捕食することで情報を得ようとしている。ジュラはナルトとひまわりから情報を得ることで、ある疑問の答えにたどり着こうとしているようだ。ジュラとラーガナはどちらも人を惑わして食らう魔物なのである。十尾は通常、本能のままに大筒木を捕食することで真珠へと進化する。ただ、ジュラの場合は特殊な例となった人真珠への進化は、大筒木ではないコードによって引き起こされる。コードは大筒木ではないが、一式由来の真術、カーマと芝居の細胞を持つ。このことからボルトは、コードの持つ大筒木の要素が十尾に影響を与えたと考えている。特に芝居においては神と呼ばれていることから、ジュラを含む人真珠たちは神の加護を受けていると言える。これがジュラとラーガナに存在する2つ目の共通点である。ラーガナもブラフマーとシバから力を得ることで、神や仏にも負けない強さとなった。ラーガナはシバに強い信仰心を抱いており、シバの前で厳しい苦行に耐えたことで認められている。ジュラにも神の存在を示唆するシーンがある。ジュラはボルトへと放った教団が急所を外し、ボルトを仕留めきれなかった時にも典型を感じていた。
このようにジュラとラーガナはどちらも神を信じ、神から力を授かっている。人神樹は神の力とともに自我や知性も手に入れた。その中でもジュラには学識豊かで賢いキャラクター性がある。ラーガナの銃の頭は賢さの象徴として語られている。ジュラとラーガナの3つ目の共通点はその賢さと象徴的な銃の頭である。つまりジュラという名は銃の頭を持つ羅刹という意味を含んでいるものと思われる。しかし一見してジュラには銃の頭は見られない。ただ人神樹は一つの存在とされているだけでなく、ジュラにおいては他の人神樹と感覚の一部を共有しているという。ジュラ以外の人神樹も彼の頭の一つであると言えるだろう。またラーガナの銃の頭は一説によると煩悩を象徴しているともされる。そのうちの一つである嫉妬は人神樹、祭りを通して表現されているのではないだろうか。彼女はこのハマルに恋愛感情を持っているが、笠祭り萌木との扱いの差に気づいたことで嫉妬の感情に目覚めてしまった。祭りの心情はこのハマルへの好意と嫉妬のせめぎ合いとなり、どっちつかずの行動をとってしまう結果となった。嫉妬は古代インドから伝わるサンスクリット語でマーツァリアと言われるということからも関連性を思わせる。祭りという名前の発音とかなり似ていることから由来の一つなのではないだろうか。ジュラは愛という概念について思考が狂わされる原因と捉えている。このことからジュラにとっての愛は煩悩に近いと考えられる。ラーガナは煩悩や業から自由になることができずに滅びる存在として描かれている。人神樹は愛という名の煩悩に苦しむことになるのかもしれない。煩悩は人神樹が輪廻眼をその目に宿している理由とも言えるだろう。煩悩や業に支配されている限り輪廻転生のループから逃れることができない。魂は生と死を繰り返すことになる。人神樹もその体から生じると出玉が存在する限り復活し続けることができる。しかしそれは愛や煩悩による苦しみから逃れることができないことを意味している。4つ目の共通点は両者ともインドラを捉えているという点である。コードは真術、爪痕で十尾を分裂させることで爪垢と呼ばれる兵を作り出した。十尾そのものの化身であるジュラにとってはこの爪垢も体の一部であると言える。コードがこの爪垢と共にボルトを襲撃した際、ボルトをかばったサスケは爪垢に噛みつかれた。サスケはその爪垢から変化した木に囚われてしまい、後に誕生する人神樹、ヒダリの原型となってしまう。サスケは大筒インドラの転生者であることから、バラモン教における最高神、インドラとの関係を持つ人物であることがわかる。ラーマーヤナでのインドラは、ラーガナをはじめとする羅刹に敗北し、捕虜にされている。インドラが捕らえられているという点は共通している。また、ラーガナにはメーガナーダという息子がいる。そのメーガナーダはインドラを倒したことで、新たにインドラジットという名前を授かった。このインドラジットの設定が、サスケやヒダリとのつながりを思わせるものばかりなのである。その一つが、インドラジットが使う魔法にある。インドラジットは戦う準備として、その姿を隠せるようになる魔法を自身にかける。この魔法は、人神樹たちが使う真術、爪痕と似ているように思える。特にヒダリからは、この爪痕で身を隠して攻撃している様子が見られた。以上のように、ジュラをはじめとする人神樹とラーガナをはじめとする羅刹には、数多くの共通点が存在する。今後も人神樹に関する情報が明らかになる中で、羅刹の情報と照らし合わせてみるとより深くわかることがあるだろう。ここまでを見ていただいて薄々気づいている方もいるかもしれないが、ボルトはおそらくラーマーヤナでのラーマにあたる人物であると考えられる。ボルトとジュラは、ラーマとラーガナに並ぶ深い因縁がある。ボルトがラーマの設定を持つ人物と考えられる根拠の一つは、その身に宿った大筒桃式にある。桃式はその名前から、桃太郎をヒントにした設定を持っていると言える。この桃太郎には、諸説あるがさらにモデルが存在する。そのモデルの一つがラーマだとされている。桃太郎が鬼を退治しに敵の本拠地の島へ仲間を引き連れていくその様子は、まさにラーマーヤナのラーマと同様である。また、ボルトとラーマにもジュラとラーガナ同様に神から力を授かっている話がある。一方のラーマはシバやブラフマーに並ぶヒンドゥー教の最高神、ビシュヌの化身である。ラーマにはビシュヌの魂が宿っているということになる。もう一方のボルトも、真術、カーマによって似た状況に巻き込まれている。ボルトでのビシュヌは誰だろうか。桃式を神だとする解釈もある。しかし、カーマの源流を考えた時には、やはりシバイが無視できない立ち位置に存在している。シバイはシバやブラフマーだけでなく、ビシュヌのような一面も持っているのではないだろうか。ヒンドゥー教の最高神であるこれらの御柱はトリムーレティ、つまり同一の存在として語られることもある。ボルトとジュラの運命は、神と呼ばれるシバイが握っているのかもしれない。そして、ラーマはラーガナにさらわれたシーターを取り戻すために戦っている。果たして、ボルトでのシーターは誰だろうか。
その最有力となる人物は内葉サラダであると考えられる。シーターは数々の困難に見舞われながらもラーマへの愛を貫き通した強い女性である。ボルトを思うサラダと重ならないだろうか。またシーターはヒンドゥー教の女神ラクシュミーの化身であるとされる。サラダにもラクシュミーをモデルの一つとしている説がある。ラクシュミーがレンゲの目を持っているとされることから、サラダの万華鏡シャリンガンはレンゲを表現したものであると考えられる。第2部21は現在、そんなサラダがジュラの興味の対象になるという可能性が浮上している。愛によって新たな力に目覚めるサラダの様子は、愛を克服して進化しようとしているジュラにとって魅力的に映るのではないだろうか。今後もしかすると、ボルトがサラダを取り戻すためにジュラと戦う、という展開があるかもしれない。以上がジュラのモデルはラーガナである根拠である。ここまでの内容から、ボルトの物語に従事し、ラーマーヤナとの共通点が多くあるとわかるだろう。ボルト第2部の物語はラーマーヤナから着想を得ていると考えることで、かなり多くのことが見えてくる。今後の動画で取り上げていこうと思う。その一方で、この物語がラーマーヤナ以外の要素も多く含む深みのある内容であることも見えてくる。自分を認めることの大切さは、前作ナルトの連載時から強く押し出されているメッセージのように感じる。いつか登場人物のそれぞれが自分を信じ、自分の物語を歩み出す時が来るのではないだろうか。ここまでの内容は、個人的な妄想を多分に含んでいます。多めに見ていただけますと幸いです。今回の動画に関する感想や意見がありましたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。もしこの動画が面白いと思ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。